世界の王イムがついに降臨。圧倒的な威圧感と超美麗なルックスを併せ持つ究極のダークロード。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1179話のネタバレが判明しました。タイトルはネロナ・イム降臨です。扉絵リクエスト、エースとオタマとヤマトが出現の小道でウリ坊たちの遠足を引率しているところ、ペンネーム、旅したい直山。この話は、ワンピース史上最も衝撃的な1話と言えるでしょう。イムがついにその真の姿を現しました。ストーリーは、イムの降臨と過去の出来事に対する彼の見解を中心に展開します。前話のストーリーを受け継ぎ、五老星はイムが城を離れるのを止めようとし、海軍大将を派遣するか自分たちが直接赴くことを提案しますが、イムに拒否され、最終的に五老星は従うしかありませんでした。ウソップのトップクラスの挑発が、この最終ボスを直接引きずり出しました。場面はエルバフに移り、ゲルズがソマーズの心臓を発見し、ゾロはすでにそれを破壊する対策を思いついていました。この心臓はやはり普通ではなく、前話でのクローズアップはまさにこのための伏線でした。その後、イムはアウルスト城の魔法陣の中に姿を現します。降臨の際、彼は血を吐いて地面にひざまずき、続いて強烈な覇気の爆発の中で変形し始め、真の姿を現します。あの魔法陣はまるでシステムのバグのようで、できるだけ早く消去されるべきだったようです。イムが血を吐くという展開も非常に深い意味を持ち、彼の本体が聖地を離れるには何らかの代償を払う必要があることを暗示しているようで、これはなぜ彼が長年幕後に隠れて遠隔操作することを選んだのかを合理的に説明しています。その後、イムはアウルスト城の最も高い塔の上に短座し、強力な覇気を放ちます。エルバフの周辺の一部の家や木々は蘇り始め、邪悪な顔つきで高笑いします。ネタバレ提供者の説明によると、イムの外見は男性のようで、顔立ちは美しいとのことです。彼は街道や古代巨人に似た長い角を生やしていますが、その角は2回曲がってアルファベットの S の形をしています。彼は上着を着ておらず、マークのついたマントを羽織っています。肌はブロンズ色で、ルナーリア族に似ています。彼はさらに悪魔のような尻尾を持っており、以前サボを貫いたものと全く同じです。全身には白い円形のタトゥーが施されており、右手の手の甲と左方には目の形をしたタトゥーがあります。彼はルッチやゴーイボシなどの動物系覚醒能力者と同じ黒い炎雲を持っていますが、その炎雲は渦巻き模様ではなく目がついており、ネット上でかつて広まった聖書の記述に一致する座天使に似ています。イムは長柄の武器を振り回し、武器の先端には円雲があり、刃はノコギリ状になっています。さらに、イムの口元の左側から一筋の血がにじみ出ているのが見えます。この姿は、読者がこれまでよく知っていた黒いシルエットとは大きく異なります。漫画の人物紹介ボックスには、以下の情報が表示されています。世界政府の20人の創設者の一人。特殊能力は悪魔の実。世界の王。ネローナイム星。その実の名前はまさに悪魔であり、シンプルで直接的、そして比類なき強さを誇ります。これは悪魔を代表する悪魔の実なのか、それとも全ての悪魔の実の起源なのでしょうか。この話には考察すべき多くの詳細が含まれており、最新話を早く読みたくてたまりません。最後に、最も考察の価値があるチョッパーに焦点を当てる必要がある。彼は一体なぜ、単なる物理的な手のひら底打ちだけで怪物を浄化することができたのか。世間ではよく、これは人々の実が覚醒したことで得られた任に人間をやり直させるという神の力だと冗談めかして語られる。そうした冗談はさておき、作者のストーリー展開には確かに予想外の仕掛けがよくある。まず、チョッパーによって治癒された悪魔は顕著な特徴を示している。それは、彼らの体内から黒い影のような物質が叩き出されるということだ。ドミリバーシを受けた巨人たちのセリフを総合して分析すると、この黒い影は一人一人の内面に潜む悪意、すなわちいわゆる人間の邪悪さを具現化したものである可能性が高い。ドミリバーシは本質的に支配された者の内なる邪悪な側面を増幅させ、彼らを悪魔へと堕落させる。同時に支配された者の行動や言動の特徴は全て狂気の状態に陥るが、この症状はクイーンの表記ウイルスと全く同じである。どちらも生命力を消費して力の強化と引き換えるというメカニズムに属しており、狂気とドミリバーシの設定上には確かに多くの共通点が存在する。
深く考えるべきは、前回表記ウイルスの危機を成功裏に打開したキーパーソンもまたチョッパーであったということだ。この展開の再現は決して偶然ではなく、作者がチョッパーを万能役にするという革新的な夢を実現させるためのストーリーラインを段階的に推進しているものである。最近、読者層の間でチョッパーの人々の身の真相設定に関する推測が大量に行われているが、現在の兆候から判断する限り、彼の人々の身の通常形態は確かに基礎レベルに止まっており、まだ覚醒の兆候は示していない。この実に特殊な価値を本当に与えているのは、実のところチョッパー自身の医学的才能と科学研究の成果である。チョッパーが研究開発したランブルボールは、動物系悪魔の身における最強の補助飛薬と呼ぶにふさわしく、この技術はさらに、ミンク族が日中の環境下でもガツノ獅子に変身できるようにする特殊な薬品さえも派生させている。そしてガツノ獅子形態もまた本質的には生命力を消費して一時的な力の爆発と引き換える戦闘技の一種に属している。ランブルボールの作用原理は動物系悪魔の実の変形波長を妨害し、それによって強制的にさらに多様な変身形態を派生させることにあり、怪物強化もその一つである。今やチョッパーの物理攻撃を通じてランブルボールの妨害効力は他の種類の異常な変身に対しても実質的な影響を及ぼし始めている。もしドミリバーシもまた何らかの能力によって施された変形波長に基づいているとするならば、ランブルボールの薬力による妨害に遭遇した後、その変身状態が直接解除される可能性が存在する。作者が以前チョッパーがランブルボールを服用するクローズアップシーンを特別に描いたのは、おそらくこの打破のメカニズムに対する伏線的暗示だったのだろう。マクロの視点から観察すると、チョッパーとイムはどちらも科学技術と悪魔の実の能力を深く融合させることができる特例に属している。イムが結んだ悪魔の契約は、その本質において呪いに偽装された古代テクノロジーと悪魔の実の能力を融合させた複合的な産物である。その契約の対象は人間の個体に限定されず、無機物のレベルにまで及んでおり、だからこそイムは戦闘中に銃器や探検などの実戦武器を意のままに具現化することができるのだ。さらに言えば、彼はおそらく空間そのものと契約を結んでおり、それによって五老星や神の騎士団などの配下の戦力が長距離の迅速な瞬間移動を実現できるようにしているのかもしれない。イムはかつて自身とニカ・ニーズヘックとの間の未曾有の戦いが世界を完全に分裂させることになると豪語した。これと鮮明な対立をなすのがジョイボーイが残した大秘宝ワンピースであり、その革新的な寓意はまさに世界を再び一つにつなぐことにある。イムの契約は絶対的な支配と独裁を象徴し、ニカの笑い声は絶対的な解放と自由を代表している。これら2つの全く相反する思想の革新は、おそらく当時の半月の忍と月の忍という二極化した世界観の衝突そのものであったのだろう。しかしながら、歴史の行方は最終的に究極の選択に直面することになる。800年前、全知の能力を備えたある先知者が未来の構図の変化を予見し、それに基づいて後世を予示する進展の壁画を残したようであり、同時にこの先知者の行動こそが光月時が時空を超えて現代に到達するきっかけを作ったのである。この壮大な謎の具体的な内幕については、今後の考察で詳細に展開していく予定である。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。